こんにちは。ミッションモード、ウェーブ変更編、ダークデザートからです。ミッション1は、トリック、かなり短い間隔で、それなりの入力を求められるので注意。ノルマも高めなので、最初は X トリックを出しましょう。ここからがやばいです。3回のジャンプ中、必ず、2回以上、WA 評価にします。やり方ですが、スティックを前に入れた状態でチャージしてジャンプ。前方1回転が完了した瞬間に、右か左に入れてもう1回転です。遺跡内部も短いジャンプがあるのですが、先ほどと同様に2回転で WA を取り続けます。これで、やっとノルマクリアとなるぐらいシビアです。ちょっとでも遅れると失敗して点数なしなので、最速2回転を練習しましょう。以降は、トリックできる場所がないので、スコアが足りているなら遺跡から出たら、左の段差でエアライドし、そのままゴールに向かいます。こんな難易度高いことしてたら注目されても仕方ない。ミッション2はジョンク集め。先ほどの高難易度からは信じられないぐらい簡単になっています。まずは中央から飛びましょう。3段ジャンプは、最初が左、その次が飛ばずに、中央、最後は中央で飛びます。その先のカーブは、中央をキープしていると2つ取れます。遺跡内は、中央にグラインドレールがあるので、それに乗れば OK です。その先、部屋の出口、多分強制的に取れますが、極端に、左や右に寄せてると通り抜けるかもしれないので、一応注意。次のエリアに入ったら、右のグラインドレールに乗ってジャンプを集めます。乗り換えが1回あるので、ちゃんとランプを見て飛んでください。最後は、ゴール前にありますが、踏んだパネルによっては、そのまま通り過ぎる可能性もあるので、パネルをジャンプで飛び越えてしまうのが安定です。ミッション3は、タイムアタック、障害物を破壊し、と書いてあるので、もうお分かりだと思いますが、ナックルズを使用します。今回は、3連ジャンプではなく、右側の坂道に、ブロックが大量に置いてあるので、これを壊して進みます。カーブは、ブロックを壊しながら、爆弾回避のため、右寄りに、右に曲がった後は、左の方にブロックがあるので、左側に移動します。遺跡内部は、パワータイプ用の通路に行くため、左側に行きます。ブロックを壊しながら進みましょう。また、ジャンプするときは2回転ができると、エアーに余裕が出て快適に移動できます。次のエリアに入ったら、右側のブロックを壊し、その後左へ、ブロックを壊してそのまま進むと、ショートカットルートに入って、すぐにゴールとなります。ミッション4はエアライドチャレンジです。視界も確保できるし、感覚も特殊な部分はないので、特に難しいところはありません。最初の段差を中央から飛びます。遺跡内は右へ、最初に乗れれば、
問題なく最後までいけると思います。最後のエリアは左から飛びます。ここも特に苦労せずリングを通れるはず。ミッション5はリング集めですね。直線を進むだけでリングが集まるので簡単です。ドリフトを一瞬出すとかでうまく調整しましょう。3段段差には左、右、左の順に置いてあります。飛び越えてしまうのでジャンプしないように。カーブの途中のリングは拾わなくていいです。後半中央にあるものは拾っておきましょう。遺跡入り口、ダッシュパネルの先にかなりの数のリングがあります。これは全部回収したいので、しっかり位置を合わせて進みます。ジャンプ台前のリングは取りにくいので取らなくても大丈夫です。ただし、入り口直前も、入り口と同じく、ただし、出口直前も、入り口と同じく、結構な距離にリングがあるので、こっちは逃さず取りたいですね。もし、ここで、70枚ぐらいしかなくても、大丈夫。この先ダッシュパネルの先に、リングのパターンが数回あり、ゴール前では10枚以上拾えます。今日も何も、普通に置いてあったんですが。スカイロードに突入です。ミッション1は、トリックですが、今回は、珍しく、時間に余裕があるので、わざと落下して繰り返し稼ぎとかもできます。まあ、高く飛べるところが多いので、難易度はもともと低いですけど、最初は、正面に障害物、左右壁沿いには爆弾なので、ぶつからないように移動しましょう。次のジャンプ台、爆弾が、いっぱい空中にありますが、チャージしてジャンプ台から飛ぶには何もぶつからないので気にしなくていいです。右側の出っ張りからトリックジャンプ可能です。ここは、飛んだ先で落ちるとジャンプ台前ぐらいに戻るので、繰り返し使えます。エアライドになりますが、リングに入るまでは回転しておけば、それだけトリックランクが上がるので、何か出しておきましょう。ここは、最後のジャンプ台となります。下入力で飛ぶと、ショートカットルートに行くので、時間が厳しい時は、必ず使いましょう。ミッション2はジャンク集め。上空にジャンクがあるので、最初のジャンプは、中央から下入力で飛びましょう。その先のカーブ、中央にジャンクがあるので、あまり外れないように。ジャンプ台で飛んだ後、右側にあるので右から飛ぶと取りやすいです。曲がった後は左側に、その後は、右側にジャンクがあります。どちらも、後ろに爆弾があるので、斜めに移動しながら取りましょう。その先のカーブは、左側に1個、次は右側に1個です。その先のジャンプ台からエアライドしましょう。次のジャンプ台は、上にジャンクがあるため、下入力で飛びましょう。あとはゴールするだけ。今回は1回落ちてますが、それでも余裕ありますね。タイムアップはそんなに起きないと思います。ジャンプは特に珍しいものはないので、稼ぎには向かないです。
ミッション3はタイムアタックです。とにかく障害物が多いです。注意として、かなり時間が厳しく、ちょっとのミスで金評価を逃しやすいです。カーブは、左の壁寄りに移動、中央にある爆弾を通り過ぎたら、先は左右の柱なので中央に入ります。柱を抜けても爆弾があるため、ジャンプ台まで位置をキープしてください。その先は右寄りに移動し、穴の場所まで来たら、爆弾が、先ほどのジョンクと全く同じように配置されているので、気をつけて回避。今回は回収がないので、間を走るだけでいいです。カーブ後がややこしいですが、爆弾と柱の間を抜けると思ってまっすぐ走ると自然とぶつかりません。終点の出っ張りで飛んで、そのまま、先のレールでグラインド。レールから降りたら、そのまままっすぐ進んで、あとは上ルートに行くだけです。タイムは50秒を超えると、銀っぽいのでかなり厳しいです。少しでも膨らまないような移動を心がけましょう。そりゃ、最初に、ストームのギア奪って追っかけてくるぐらいで、実力もジェットが認めるぐらいの存在だし。ミッション4は、障害物の破壊です。今回は、最後の1個を除いて、すべての障害物が、爆弾の真横か、爆弾と壁の間に配置されている特徴があります。爆弾の目印である、ピンクのマークを見ながら位置調整していきましょう。制限時間はゆっくり走ると間に合わないものの、特別急ぐ必要もないぐらいなので、落ち着いて位置調整しましょう。当然爆弾にぶつかるのだけは防いでください。エアーを持っていかれるだけじゃなく、その場で停止もしてしまうので。この先、下ルートになるので注意。急なカーブの途中にありますが、ドリフトはせず、斜めから前進して突っ込みましょう。最後の直線の中央に、最後の1個があります。見落としやすいので、通り過ぎないように。あの量の爆弾と柱設置したのはすごい。いや、意外とハリボテみたいなものかもしれませんが。ミッション5は、速度制限ですね。140以上でキープですが、カーブは、しっかりドリフトすれば、そこまで難しくありません。詳しくは後ほど説明しますが、一部のギミックは使うと失格なので注意。タイムはそこそこ厳しいです。ドリフトして、中央あたりを目指して飛び出します。ダッシュパネルがあるので、これに乗れると安定です。ここ以外にも、ダッシュパネルを踏むことができれば楽になることが多いですので、見かけたら狙ってみましょう。早速パネルを踏めば、爆弾を回避しつつ、先の柱の列まで運んでくれるので、かなりスムーズに。その先のカーブは、ドリフトしつつ、中央あたりに行きましょう。左右にある出っ張りですが、これで飛ぶと、速度が足りなくなって失格なので、普通に走ります。この先、自動移動の時に速度警告が出ますが、当然この時は下回っても大丈夫です。最後は、ブーストして、ゴールへ、55秒を超えると銀評価になってしまうようです。ここからバビロンアイディアンです。ごく普通のサーキットみたいなコースですが、ちゃんとミッションは用意されています。最初はいつも通りトリックから。トリックのチャンスは、コース半分のところにある大ジャンプ台2回まで、ノルマは20点となりますので、すべて X トリックを出す必要があります。難しいように思えますが、ジャンプ台が、下入力でとても高く飛ぶタイプなので、落ち着いてトリックすれば大丈夫です。タイムは、厳しめなので、ブーストは、できる限り使います。ただし、ジャンプ台でしっかり飛べるだけのエアーは残しましょう。ちなみに、ジャンプ台が超高いのと、コースアウトがない関係で、2回を超えるトリックは不可能です。まあ、順に攻略してきた人なら問題なく X トリックぐらい出せると思いますけど。
ここは X でしかクリアできないので、このコメントがぴったりですよね。ミッション2はジョンク集めです。制限時間がないので急ぎましょう。エアーはなくなると積むので、爆弾は絶対に当たらないでください。ジャンプの近くに石像がある場合は、ブーストしながら回収して、ついでに石像で回復していきましょう。カーブのは、ドリフトで取ると無駄がないです。最初のジョンプ台ですが、中央から飛んで前入力です。結構、ギリギリの位置にあるため、飛び上がる地点は、先端に近い方がいいです。だんだん、爆弾の間隔が狭くなってくるので焦らずに、次のカーブも、外側に爆弾があるため、ドリフトで取ります。最後のジャンプ台は、もっと高い位置にジャンプがあるのでした入力です。緑が多めですね。時間も短いので、簡単に思えるなら、周回に使うのはありかも。ミッション3はタイムアタックですが、ガーディアンに1ダメージ与える必要があります。スタートダッシュし、そのまま、ほぼ正面に、ブーストを2回で、すぐにガーディアンに攻撃できます。石像や爆弾にぶつかりそうなら微調整します。以降は、ジャンプ台は右側からエアライド、その先は、全部、壁スレスレに右を走りましょう。それぐらいの位置なら、奇跡的に、すべての障害物を回避しつつ、最速でゴールできます。テイルスは操作しやすいはずなので、そんなに難しくないと思います。前半のガーディアンへの攻撃時や、後半の障害物といい、スレスレを走る楽しさが体験できるミッションです。個人的には結構好きですね。ちなみに、スレスレは無理なので、外側からという甘えは許されません。リザルトを見てみるとわかるのですが、今回のクリアタイムから1秒遅れたら銀評価になってしまいます。ミッション4はグラインドチャレンジです。やることはいつもの通りですが、カメラがとにかく動きまくるのと、たまに、極端に短いレールがあること、最後は見逃してしまうこともあり得る位置にあるとなかなか厄介です。ちなみに、レールの乗り直しはできませんので、落ちたら、その時点でやり直しです。3本目ぐらいから見てからでは間に合わないことも多いので、だいたい、カメラが横に動いたら数秒後は乗り換えと思っていいでしょう。7本目のレールだけ極端に短いため引っかからないように注意。9本目のレールは乗ったらすぐ降ります。その先のジャンプ台、下入力で飛ぶとレールがあるので、チャージしてギリギリで飛びましょう。ミッション5は、エアーを集めるやつですね。時間的に余裕はあるのでブーストは使わず完走できます。銅像以外にも、爆弾のマークを見て回避していきましょう。最初のカーブは、外側に爆弾が並んでいるため、ドリフトで曲がります。この先、右に逃げたくなるかもしれませんが、中央を走ってください。エアーのカプセルがあるので、それで回復できます。カプセルを取った後は、左の方にグラインドレールがありますので、それに乗りましょう。セガイリュージョンに突入。ミッション1は、トリック、スタート直後のジャンプで WS ぐらいは出しておきたいです。
次のジャンプ台は下入力で飛びます。ここでも WS ぐらい出せると、その後が結構楽です。スペースチャンネルエリアのハーフパイプは稼ぎに使えます。制限時間もそんなに厳しくないので、3回ぐらい打っても大丈夫だと思います。エリア出口の大きなジャンプ台が最後となりますので、そこで WS が出ると仮定したら、18点までは稼いでおきたいですね。集中ロケットエリアのパネルは、適当に、赤はパワー用なので、ちょっと遅いかも。これまでも色々褒めてはいましたが、ついにウェーブが認める腕前に、ウェーブにテクを、テイルズにメカニックを認められる天才の誕生です。ミッション2はジョンク集め。まずは、スタート直後右から飛んでエアライドします。着地後、ダッシュパネルを踏めば、自然とその先のジョンクを入手できます。手前のダッシュパネルに乗ると、自然と爆弾の間に入れます。ジャンプ台は、高いところにジョンクがあるため、下入力で飛びましょう。その先は、爆弾の列の中にジョンクがあるため、それを取っていくだけです。スペースチャンネルエリアでは、右側のハーフパイプからエアライド、出口のジャンプ台は、前入力で飛びます。集中ロケットエリアのジャンプは中央にあるので、赤いパネルを踏みます。ここもそんなに稼ぎ向きじゃないかな。ミッション3は、タイムアタック。まずは、左側に着地し、一番左のタルと周りのオパオパにぶつからないように抜けましょう。その先グラインドレールがあります。レールの先は、下入力で飛んで上ルートに行きます。次のカーブは、外側に爆弾があるためインコースで、ここを抜ければ、しばらく爆弾はないです。スペースチャンネルエリアは、左側の道を走りましょう。ビームで押し出されますが、今回は、中央の下の方にグラインドレールができているため、落下せずに済みます。あとは、集中ロケットエリアを抜けるだけ、ここでエアーが切れても、ダッシュパネルがあるため、一応あまり遅くはならないです。ミッション4は、障害物の破壊。障害物とは言いますが、その対象はセガキャラクターたちです。いたずらされないように先に避難させるってことですよ。多分。早速、道の真ん中にいる邪魔なオパオパを3体どけてしまいましょう。こんなところにいたら事故が起きてしまいますからね。上の道にもオパオパがいますので、避難させましょう。これで、道の安全は確保できたのか、他にはいないので、次は、スペースチャンネルエリア右側の、モロ星人たちを避難させましょう。
出口に迷い込んだオパオパがいますので、これも避難させます。集中ロケットエリアは、入り口に1体。その後、赤いパネルを踏むと、途中にいるオパオパを逃がし、鉄骨を壊してノルマクリアです。安全確保、お疲れ様でした。これで、バビロンの魔の手からセガキャラクターたちを助けることができました。ミッション5は、ウェーブに攻撃します。狙い目となるのは、スタート直後ジャンプした後の広場、その先のカーブ途中、次のジャンプ台の着地後、スペースチャンネルエリアの出口付近と集中ロケットエリアの入り口と、ゴール前のストレートぐらいですかね。ではご挨拶に行きましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。次回は、ついにラストとなるジェット編です。ミッションクリア後に出るあれを見せるおまけもつけるため、いつもより7分ぐらい長くなりそうですが、良ければご覧ください。ついに、次回で初代は遊び尽くしますね。この動画が役に立った。面白かったら、ぜひ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。少し先のバレになるのですが、ウェーブが、このミッションの後に、次こそリベンジしてやると言ってきます。今のところ、ウェーブが、ソニックに対して、声をかけるようなシーンがないですよね。これって、もしかしたら、クロスワールドで回収される伏線ではなんて期待していますが、実現したら熱いですね。ネタが細かい近年の傾向を見ると、この発言は覚えておいた方が良さそうです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。